皆さんこんにちは、ようです。今日は、いつもヨガのレッスンでもやっているプラナヤマ、これは呼吸法ですね。で、呼吸法について、実践で一緒に、シェアしていきたいと思います。で、プラナヤマ、プラナっていうのはエネルギーっていう意味なんですけど、もちろん呼吸も空気を吸ってエネルギーを取り込んでいるわけで、ヨガでやるのはその呼吸と、あとはプロパーダイエットって言って適切な食事、両方はエネルギーを体に取り込むっていうことで、今回はその呼吸について、プラナヤマいろんなテクニックがあるんですけど、今日は、アナロンビロムっていう、テクニックを一緒に実践してみようと思います。で、まずは足はハスの花のポーズ、楽な姿勢でいいんですけど、あぐらをかいた感じで片方足乗せてもいいし乗せなくてもいいし、でも楽な姿勢ですね。で、両手は、膝の上で、左手をこれチンムードラっていうんですけど、チンムードラで、右手をこれがビシュヌムードラ、ビシュヌムードラ、人差し指と薬指じゃないか、人差し指と中指を折った状態ですね。で、これで何をやるかっていうと、右の鼻と左の鼻をこの親指と薬指小指でつまむ。で、数は慣れてきたら増やしていく感じなんですけど、まずビギナーの人だったらとにかく吐く息を長くするっていうのがすごい重要で、人間って結構呼吸してる時に緊張してたりするとね、呼吸が浅くなる。で、それを意識的に呼吸を長くしていこうっていうことで、吐く息を長めに、で吸って4で吸って6止めて、腹式呼吸になるんですけど、ヨガは、お腹、胸、喉の全てに空気を入れる感じに、意識してもらって、で基本は鼻で吸って鼻で吐く。で、4吸って6、その空気をお腹、胸、喉に入れたまま空気をホールドして、でまた左の鼻から6で、なんか急いで吐いちゃうと吐く息足りなくなっちゃうので、ゆっくりめに6で吐く。で今度左で吐いて、その次左でまた4吸って、で、6止めて、で右から6で出す。4吸って右から止めて、6止めて6で左から出す。で今度また左から4吸って6止めて、で6吐き出す。でこれはどんなベネフィットがあるかっていうと、結構人って右と鼻両方の鼻を使わずに呼吸をしていることが多いみたいで、なんかどっちかの鼻の穴がちっちゃかったりとか、癖でどっちかから多く吸ってる人が多いみたいなんですけど、これをやることで意識的に右の鼻で呼吸したものは左の脳の方に酸素が行く。で左鼻で吸った呼吸は右側の脳に酸素が行く。でそれがバランスよく呼吸、オキシジェン、空気が、酸素が、行き渡ることによってバランスよく脳が使えて、で特にその朝とか、ちょっと起きて眠い時とかにこれをやるとすごい脳がアクティベートされるので、すごいおすすめです。でまたその呼吸も肺の中とお腹、胸、喉全てにこうホールドするので、それもとってもいい呼吸
空気を中にホールドするっていうのもすごいいいことなので、じゃあちょっと私カウントしながら一緒にやってみます。まず、右の鼻から吸って234ホールド2345678左吐いて2345678左吸って234ホールド2345678右から吐いて2345678右から吸って234ホールド2345678左から吐いて2345678左から吸って234ホールド2345678右から吐いて2345678こんな感じですね。私今8でやっちゃってたかな。だんだんその長くして4、6、6で吸って止めて吐いて、で6が慣れてきたら、4、8、8吸った息をホールドを8、吐くのを8っていう形でやっていきます。そうだね、言い残したことないかな。ヨガではすごい呼吸を大事にしていて、でその呼吸を制するものは、そのマインドもボディも制するって言われてるので、すごい呼吸は大事で、やっぱりその呼吸が浅くなってるっていう時は、瞑想も呼吸を見るっていう瞑想すごいしますけど、呼吸が浅くなってるっていう時はやっぱりその普通自然ではないので、普段は深呼吸、深い呼吸で、それ普通の呼吸が浅い人とかは意識的にやっぱりこういうゆっくり呼吸をするとだんだんその癖がついてくるので、呼吸の数も変わってくるので、また次回他の、呼吸法もいろいろシェアしていきたいと思うので、今回のプラナヤマ第1つ目、第1は、アナロムピロムでした。じゃあ、皆さん、もし質問があったら、この下にコメントをください。ありがとうございます。